ぐいぐいぐい、ぎゅ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 。まあでもこれも生地によりますよ。こうなんか、ふんわりした生地やって、ぺったんこにして、なんかやると多分、オートクの人とかは怒ると思う。何やってんのよ。ぐぐ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 ぐ。ぐぐ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 ぐ。あ、案内線をこっちに書いてしまったな。まあいいか。まあいいかって言ってよくないね。こんな感じでできたら、うまく癖取りができてるかなって感じです。わかるかなあんまりわからない。ぐーっと、ぐーっとやろう。おー、ぐっ。はい、こんにちは。今日も真面目に服飾の技術を紹介する三つ穴熊服飾研究所です。お久しぶりです。前回の続きと言いますか、癖取りを実際にね、やっていこうかなと思います。これがまあウエストみたいな感じで、インカーブとアウトカーブ。ダーツもね、癖取りと一緒っちゃ一緒なのでやっていきましょう。あと、よく使われる癖取りってどこに使うんですかって言ったら、これ袖。袖の内袖っていうかインシーム。内側の縫い目。メンズのジャケットで言ったら、背中紙。CB のとこですね。背の縫い目のとこやっていこうかなと思います。まあ簡単なね、やつからいきましょう。まあよくやるのがこれインカーブですね。こっち側にカーブしてて、まあウエストとかにだいたいなぞらえてもらえればいいんですけど、出来上がり線がこっちで、後ろがこんだけついてるっていう状態です。よく一般的に言われる癖取りっていうのは、上がり線の長さはあんまり変えずにやってくださいね。この場合だと、縫い代を伸ばすっていう形になるんですね。本当にね、上がり線伸びないかというと多分多少伸びてるので、どんどん頑張って丁寧にやっても伸びてると思うので、これはとあるなんで、面なのでね、まあ水で洗ったりなんかしたら戻ると思うので、まあ主にね、ウールで使われると思ってくれればいいです。じゃあやっていきましょう。ガッと切り拭いて、ここからこういう感じで追い込んでいってください。追い込むというか、なんだろう、伸ばすって言った方がいいかな。まあ、ウエストかなと思うとこに、ここら辺かな。こういう感じで追い込んでいってください。こうね。こういう感じ。もちろん、縫ってから、例えばこれがウエストだとしたら縫ってからやってもいいですよって。ここがへこんでたわけですよね。で、ここポーって浮いてくるんですけど、実際服になった時ってどうなるかというと、まあどこまでやるかなんですけど、ここがまっすぐ、本当にまっすぐなったら、今のへこみがここに来るっていう感じ。ここに今のへこみが来るから、立体としてはこっちがまっすぐになるってことは、ここがへこむみたいな。大げさに言うと、こういう感じになる。あ、でもこう出てるね。わかるよね。ここがまっすぐになってぺったんこにしてあげると、腰のくびれだと考えた時にグイグイグイと追い込んであげると、へこみがここら辺に来ました。だからこうなってる。この辺に腰のくびれが来たと思ってくれればいいです。これぐらいのダーツというかくびれがちょっとなだらかにしてあげたってことですね。で、まあどこまで追い込むかっていうのは、どこにくびれを一番作りたいかっていうのでね、考えてもらえればいいし、まあ分散するっていうだけでも多分滑らかになっていくと思う。カーブが強ければ強いほど滑らかにしてあげないとポコって出ますよ、みたいな。で、これがインカーブの癖取りですね。次、じゃあ、アウトカーブの癖取りいきましょう。これをグググググって中に入れていくってことは、さっきはここを伸ばしたんですけど、縫い代を。次は、縫い代を伊勢ていく感じですね。これを、この線をまっすぐにしてやる。まっすぐ。まあ、完璧にまっすぐにはなかなかならないですけど、まっすぐにしてやりたいです。こう持って、ギュ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 。で、ちょっとね、浮かしてるかな、アイロンちょっと浮かしてるかもしれない。こうやって、ギュ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 と。まあ、シワがね、ここね、噛まないように、こう追い込んでくれれば。これが、ぐーっと追い込みきれたら、こんな感じで、今出っ張ってた部分が、ここら辺に、この辺りに行ったって感じで。ここも、この線をまっすぐにしてってくれればいいのね。より癖取るんだったらちょっとオーバーめに、どうしても戻るので、これをこっち側にしてやれば、まんじゅう使ってやってもいいんですけど、まんじゅう使ってもね、似たようなことにはなるんで、ここら辺の立体がこっち側に行ってくれたって感じです。この出っ張った分が、ここまっすぐにしたら、こっち側に移動してくれるってことですね。こっち側だけで難しかったら、一番ここが出っ張ってるからね。次はこっち側からやっても OK。追い込
込んで。ギュッと押さえてやると。こんな感じで、ちょっとうにゃうにゃになっちゃったな。これ柔らかいからな。じゃあもうちょっとまっすぐになるように頑張ってみましょう。で、これがね、そうだな。パンツのふくらはぎとか似てる部分をこういう感じで。あとこっちを引っ張ってやるっていうやり方やってる人もいるな。ここを引っ張ってあげる。こうやって引っ張ってあげる。一番欲しいとこはこの真ん中のとこだから、もしここにふくらはぎがポコンと入ってたらこういう感じで、もしこっち側からも追い込んでやったらここにしっかり出てくれるんで丸くなる。まあこういうもので見たら分かりやすいかな。こう丸くなってくれるみたいな。これ癖取りです。2パターンね。こっちのカーブの方が簡単だと思う。こうやってこうやってで、ここをギュッギュッギュッとこう追い込んでいくだけだから。そっちの方が簡単だと思います。まあ皆さん一回やってみてください。ここがだからね、この段階でこうなってたらできてるってことなんだけどね、ここがこう浮いてたらできてるってことなんですけどね。一応これが2パターンね、セオリー。で、どっちも癖取りって言って伸ばす方と追い込んでいく方と。こう持ってこうやってやってあげたら多分出てくる。ね、こんな感じでやってみてくれればいいかなと思います。じゃあ次、今のでもなんか本当に癖ってできてるのか多分初めての時は分かんないんで、ダーツ縫っていくのと袖のここの縫い目縫ってきますね。あと背中心で、これがね先に縫ってからやった方がいいのか、これは縫ってからしかできないかな。まあこっちもね一応こう折ってあげて縫う前にも一応できなくはないか。まあこれが癖取りって言っていいかどうかはわからないんですけど、ここからこの長さとこの長さってこっちの方が長いじゃないですか。カーブだからね。これがこう肩倒しにされるからここが突っ張るんですよね。突っ張るってことはこっちの線をまっすぐに近くしてやるってことなんですよね。まあ、ちょっと縫う前にやってみましょうか。丁寧に癖取りする人っていうのは縫う前に紳士のねスーツの人なんかはやってると思うので、でも縫ってからやっても癖取りになってますよ。これをこうやって伸ばしてあげる。これがまっすぐになるように伸ばしてあげる。で、これが同じ長さになってたらいいよ。測らなくてもいいですよ、そんな。測らなくてもいいけど、こうまっすぐになってたらいけてるってことですよ。これがこっち側に倒れるときに、この線よりこの線が短いからね、さらにこっち倒れるとったらね、長くなるからね。っていうことで、こうなって、無理なくこうなれば。じゃあ縫ってきます。じゃあ袖の内袖と背中心の線とね。はい、縫ってまいりました。2つね、これ。じゃあこれをもう一回癖取りしてみましょうね。これを癖取りか伸ばすだけなんだけどね。ここで、まあ伸ばすのはね、ダーツがつらないようにっていうんだけど、癖取りになってます。簡単に言ったらここ割るとまっすぐになるじゃないですか。だからどっち倒しでもいいけど、ギュッギュッギュッと手でギュッギュッギュッとやってあげると。ギュッと。特にここの先はグーッと。まあダーツもね、何種類かやり方ってあるんで、ここがちょっと短いですけど、メンズの前ダーツだとしたら、こっちが CF で、こっちが脇だったら、こっちをまっすぐに、できるだけまっすぐにしてあげてほしいんですよね。こういう感じで。なぜなら、多分もうレディースもメンズもそこは一緒だと思うんですが、こっちが引かれるのがやっぱり嫌なんです。ここに前のとこ地の目をちゃんと通したいので、こっちが引かれるのが嫌だから、これをもっとなだらかにして、こっち側にちゃんとこのダーツ2つとも取りたければ、ここまだこのダーツのここ浮いてるじゃないですか。だからこいつをさっきみたいにギューッと追い込んであげれば、これが生地がもうこんだけしかないので、あれですけど、こっちまであったら、ぐーっと追い込んでいけるよね。まあこれぐらいが限界かな。これぐらいが限界かな。こっちの地の目ほぼまっすぐで、こっちだけこうカーブ。で、ここに少し上がるんだったら、ちょっとこうやってあげれば。こんな感じになる。
で、これをイーブンに持っていきたければ、やっぱこういう感じ、こうまっすぐにこう割ってあげればイーブンに持ってくるんで、こっちもこうやってね、追い込んであげて、ギュッギュッと。したら、イーブンにいくみたいな感じです。もうちょっとなだらかにしたいなと思ったら、ぐーっとこっちまで。ダーツを移動させるとかに近いのかもしれないな。ってな感じです。じゃあ次、袖いきましょうか。袖ですね、袖。袖の場合にどうするかっていうと、出来上がった形状のことを考えてほしいんですけど、出来上がった形状の時は、内袖はぺったんこです。パターンの形状とほぼ同じ形状に内袖はなりますよね。これちょっと2枚袖作ったことなかったり、パターンの設計によって変わるんですけど、内袖のこう縫った線の2センチぐらい、ここが折れる線です。ここで折り替える線なんですね。その時にこいつをこう端っこ合わせてあげると、ほら、ここがポコってなっちゃうでしょ。これを癖取りで直してあげるっていう感じですね。じゃあどうやってやるかというと、さっき言ったように、内袖はぺったんこなので、ぺったんこにしておいてください。で、ここを割っていきます。ちょっと割っていきますね。内袖はもうぺったんこにしておいてください。もうパターンの形状のままだと。で、内袖はパターンの形状のままで、山袖はこういう感じになるんですね。こう、地の目がまっすぐになるように置いてみましょう。こいつをさっき言った2センチぐらいのところで折れ曲がるから、そこまでぺったんこにしてあげる。そこよりちょっと多めにぺったんこにしてあげれば、よりいいかもしれない。こいつがポコってなる原因なので。でも、今割ったんで、ちょっと実は癖取りできてるんですよ。割っただけでも。シーチングなのに切り引き意味あんのかって多少あると思うんだよね、僕の感覚では。こうグー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 っとね。グーっと。だからツイードみたいなものだったらもう割っただけで結構入ってるんじゃないのかな。癖取りっぽいことができてるんじゃないかな。こんな感じで、ぺったんこになりましたね。ここまで。じゃあこれで、こっち側に倒してみましょう。ちょっとここまでしわ寄ってるから、こういう時はここをね、アイロンして。ここをちゃんと綺麗に合わせてみよう。ここっていうのはないでしょ、ここに。で、これがなんか嫌だと思ったら、まだ濡れてるから霧吹きでぐーっと押さえたら多分綺麗になると思う。はい。じゃあこれね、乾かしてあげたら、ほい。シュッと。綺麗な袖になりましたね。これ癖取りのおかげですよ。で、もう一個癖取りしないといけない。もうこれ実はやってしまってたんですけど、ここもこう折れて、一応パターンでも出してあげてるんですけど、ここカーブになってるから、縫う前にちょっとやってあげてるんだけど、本当は縫う前にね、やるけど、ギューッと。パターンで出してあげてるから、やんなくてもいいかもしれないけど、折って、チューッと。こんな感じ。まあ、ここにね、まあ、スレキなりなんなりあって、ここ祀るわけじゃないですか、ここ、千鳥掛けで。その時に、ここだけ祀らないでおく。これぐらいかな ?2、3センチ祀らないでおくと、この今みたいに癖取りしたり、パターンでパコンって出してあげなくても、ここだけ祀らないっていう選択肢をしてあげると、ポコンってならないんで、引っ張られないから。そういうちょっと裏技っていうかチート、セコ技もあったりします。で、やっぱちょっと戻ってきてますね。こう置いた時に、やっぱさっきよりちょっと戻ってきてる。せっかく戻ってきてるから、もう一回やれってことなんで、やってみましょうか。復習すると、内袖はぺったんこ。で、シュッシュッと上げて、ここからぎゅーっと、ぎゅーっと、ぎゅーっと2センチ5ミリぐらいかな。ぺったんこになるように、こっちから斜めにぐーっと追い込んで、次反対側から斜めにぐーっと追い込んであげて、シワがね、できるだけいかないように気をつけてやってほしい。僕も今やってる。で、最後、ここでグッグッとこうグリップ効かせてやってやるって。まあでもこれも生地によりますよ。こうなんか、ふんわりした生地やって、ぺったんこにして、なんかやると多分、オ徳の人とかは怒ると思う。何やってんのよって。ここはちょっとまだ濡れてるから、ここシューッとやってあげましょう。うん。そしたらね、綺麗になったでしょ。こうシュッとね。こんな感じに綺麗になりました。ということで、これで袖の癖取り、やってみてください。これね、柔らかい生地だとやんなくても多分本当に割っただけで癖取りできてると思うんですけど、硬い生地になると多分やらないとうまくいかないと思う。じゃあ次、これ。ちょっとパーツがでかいから、ウエストまでと下で分けましょう。下はやんなくてもいいからあれだけど、カーブとアウトカーブのやつをやったと思うんですけど、ここアウトカーブなんですよね。こっち、僕の方にカーブがある。で、こっちインカーブだから両方入ってるので、やってみましょうか。ここ追い込んでいきます。ググ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 グ。
ぐぐ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 。で、ここまっすぐにしてあげて、ここに肩甲骨部分を出してあげる。次、ウエストもまっすぐなんですけど、まっすぐだけど、ここ結構メンズのジャケットの場合 2.5 センチとか2センチとか削ってるんで、オーバー目にやっといてほしい。オーバー目っていうのはどういうことかというと、普通はまっすぐでいいじゃないですか。もともとはこうなってたから、より逆のくの字にしてほしいってことね。こういう感じで。結構ちゃんと取っといてほしい。ここは分量が多いんでね。多いんで、こういう感じ。まだここまで膨らんでるから、これをギュ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 ッと追い込んでいってほしい。まあ、ちょっと薄いトワールなので、なかなかシワなしでぐーっと追い込むって難しいかもしれませんが、まあ、ウールだったらそんな大丈夫だと。ある程度これぐらい追い込んでもらって、ウエストからくの字になってるって感じ。これの場合、裏からもやった方がいいかもしれない。裏っていうか2枚塗ってるから、こっち側だけしか癖取りできないから、こっち側からももう一回同じことやった方がいいかもしれないですね。まあちょっと割ってみましょう。あ、案内線をこっちに書いてしまったな。まあいいか。まあいいかって言ってよくないね。じゃあちょっと割ってみましょうね。これもだからさっきも言ったように割るだけでも癖取りになってますからね。こんな感じで。さあ表から見てみましょうか。ポン。ここに肩甲骨こう出て、ここのウエストのとこはもうこの辺までぺったんこになってますよね。こんな感じでできたらうまく癖取りができてるかなって感じです。わかるかなあんまりわからない。ここポコンって出てて、ここには肩甲骨。ウールでね、今度やってみてもいいかもしれない。いつかジャケットを作る動画を出すときはやってみてもいいかもしれない。まあパターンで普通に割ってやるとこうなるんで、その時にこっち伸ばしたりしなければ、アームホールのとこ、ここ伸ばしたりしなければこいつがちゃんとパターンがね、あれば、パターンがね、しっかりしてるんで。ってな感じです。だから、ちょっとこう、普通にプレタっぽく1センチで縫って割ってアイロンしてるってだけだと、無理するような時には、癖取りしてやると結構うまくいく。じゃあ、あと1個。癖取りって言えばこれだみたいなやつが一つあるので、最後それやってみましょうか。パンツの癖取りですね。この間も説明したと思うんですけど、スラックスでも癖取りいるものといらないものがありますよみたいな。それをやっていきましょう。パンツの癖取りをやっていきますね。これどういう状態かというと、こっち前でこっち後ろですね。ここがセンタープレスしてあるので、これをできるだけまっすぐにしてあげてください。折った後ね。で、この膝のとこが逃げていく可能性あるんで、重り置いてもらえれば。重りがない人はもうなしで、ここちょっと気をつけて見ながらね。で、ここにお尻の丸みを作っていきますね。で今もちょっとね、こう浮いてるので、これを収めていく。これがちょっとね、ノリが効いてるトワールなんで、シーチングなんで、うまくいくか不安ですがここは前がぴったり折れてたらもうこれで合わせてもらえればいいんで、ここまでぎゅーっとまず折ってもらいますね。で、こいつを収めていくので、ここ持って、地の目がこう下がってるんですね、ここね。僕結構強引にいっちゃいます。ぎゅーっと。で、こういう感じで。ぎゅーっと。今ね、ここがひねったりするから、ひねらないように、ぐーっと。うまくいくって確信するまで、ここガツンとプレスしない方がいいと思います。ぐーっと、ぐーっとアイロン。だから、こう持ってきて、アイロン、こう持ってきて、こういう感じ。おー、グッ。で、フリースはもうこの辺まででいいんでね。センタープレスはこの辺まででいいんで。はい、こんな感じでどうでしょう。ここが膝で、お尻の丸みがこう出るよっていうやつですね。まあそこまで細いパンツじゃないんで、あんまりそんながっつりやらなくても、まあ、うまくいったかな。これがパンツの癖取りなので、まあふくらはぎの癖取りって今日やってないけど、ふくらはぎもグーって出してあげてもいいかもしれない。細いパンツだったら。まあパンツをもしかこの YouTube でやることがあったら、もうこの辺ももうちょっと詳しくやっていくかもしれないです。っていう感じで、じゃあ皆さんどうでしたかね。癖取り分かりました？もし分からない部分があったら、なんか聞いていただければ説明などをしていけるのかなと思います。では、さよならの後にね、どうでもいいコーナーがありますんで、おまけのコーナーがあるんでね、よかったら見てください。では、さようなら。はい、癖取りはどうだったでしょうか。僕の趣味の園芸っていうのがありまして、こんなに植物が増えてまいりましたが、
だいぶ前に紹介した覚えてる人もいるかいないかっていうか多分いない、いや、いるかもしれないと思うんですが、これ、ほら、竜敏体っていうのを紹介したと思うんですけど、なんかこう増やしてあげたら、なんていうの、ちょっと芽が出てきたよみたいな言ってたのがこんなに大きくなりました。あれ、何月頃だったんだろう。僕も動画を見返してみないと覚えてないんですが、ほら、かわいい。綺麗な色の竜敏体っていうね、シダ植物の一種なんですけどね。まあ、ちょっと葉先枯れてますが、僕たちもこういう感じでね、すくすくと成長していければと思っております。ということで皆さん今日もありがとうございました。ではではでは、さようなら。